はい、こんにちは。今日はですね、無償放任についてちょっと考えています。すべてのものは生じていない。一切のものは何も始まっていないということが、を容認する知。これを無償放任って言いますね。要するに、何もないっていう状態は、すべてのものが始まって無限の始まりがあると。そしてその無限の始まりの一つ一つに無限のプロセスがあると。そしてその無限のプロセスがすべて、終わってしまった状態ですね。これが何も始まっていない状態のことなんですよ。これちょっと逆に言ってみますと、一つの始まりがありますと。一つの始まり。あなたがですね、生まれて認識作用を持つと、この空間がありますね。目の前に街があったり、電車が走っていたり、学校があったり、会社があったり、飛行機が飛んでいたり、で、ここは日本で、例えば地球があって、で、宇宙があると。これ一つの始まりですね。あなたという認識ですね。その中に肉体がありますと。で、ここからですね、あなたはですね、時間とともにですね、成長していくんですけど、そのプロセスは無限にありますね。瞬間瞬間からもう無限なあなたが発生しているってことになりますね。はい。例えば一歩前に足を出して、そのまま何歩も前に歩いたりとか、そこからちょっとだけずらしたあなたとか、ちょっとだけバックしたあなたとかも、すごい細かい部分から一瞬一瞬、一つの始まりからは無限のプロセスがありますと。そしてこの無限のプロセスっていうのは最終的にはですね、この何もないっていうことを悟るっていう、この無所法にたどり着きますと。で、これがですね、菩薩の道なんですけども、で、この無償放任の方から見ると、この無償放任の中には、何もない中には、無限の始まりがあると。つまり、あなた以外の認識も無限にあると。その一つ一つの認識から無限のプロセスが生まれていると。そしてその無限のプロセスが行き着く先っていうのは何もないということを悟るということ。つまりこの何もないっていう、何も始まっていない、何もない状態っていうのは全てがあるっていうのは、サイバーが言ったこのことだったらこの意味なんです。要するに何もないから全てなのだっていうのは、何もないっていう状態の中にこそ無限の始まりがあって、その無限の始まりの一つ一つから無限のプロセスが生じているけど、その無限のプロセスの行き着く先っていうのは、全ての無限のプロセスが、何も自分はないんだっていう。そして何もないっていうことが全ての始まりと無限のプロセスとがあるっていうことなんだなっていうのを理解することが無償放任で、これがサイババの言った何もないっていうことが全てがあるっていうことなんだよっていう意味と同時に、お釈迦様の言ったこの何もない何も始まっていない状態を容認する容認することですねが無償認っていうのは同じ意味になります。はい。でもう一回言ってみますね。例えばあなたが一つの始まりだとすると、あなたの認識が我思う我言えにっていう、あなたって一つの認識から無限のプロセスが生まれますと。何にでもなれると。どこにでも行けると。あなたは7次元までの世界の、7、6、5、4、3、このですね、世界のどんなものにでもなれますと。そのプロセスの中で。宇宙の始まりを探求するアインシュタインやニールス・ボーンや学者にもなれますし、バラモンにもなれますし、指導者にもなれますし、武将にもなれますし、商人にもなれますし、さらに、スードラとか地獄に落ちることもできます。もう何でもなれると。このあなたは何にでもなれる無限の一つの始まりで、あなたは無限のこのプロセスを持っていると。7次元までの間にですね、死のうが生きようが、何でもなれると。地獄に行こうが、神、竜、役者、アスラ、ガンダルマ、キンナラ、マホラが何の世界にでも行けるしなれると。しかしその最後に行き着く先っていうのは、自分は何もないんだっていうことを悟ってる下脱という状態ですね。この下脱した状態っていうのが何もない状態で、この何もない状態の中に、あなたっていう一つの始まりだけではなくて、他の人の無限の始まりも入ってて、その一つ一つの始まりは無限のプロセスを持っていると。この無限のプロセスっていうのが7、6、5、4、3次元のことで、死んだり生きたり、生まれ変わったり、犬になったり、猿になったり、いろんな生命体の世界に生まれ変わったり、地球外生命体になったり、もう怪物になったり、5次元のお化けになったり、何にもなれると。
このプロセスを持ってます。しかし最後に行き着くのは下脱って言って、何もないっていう、ここですね。はい。に行き着くと。で、この何もないっていう状態がスタートラインになって無所法にですね、何もないっていう状況が何かを理解するのは仏の悟りで、これが十の菩薩で、何もないっていうことは無限の始まりがあると。そしてその一つ一つの無限の始まりが無限のプロセスを持っていると。で、そのですね、行き着く先っていうのは仏の悟りで何もないっていうことですね。はい。ちょっと分かったでしょうか。これはちょっと考えてみてくださいね。これがですね、一即多、一であることが全て他であるっていう。で、他であることが一つであるっていう仏教のですね、大乗仏教のこれからですね、この考え方で全て法華経を読んでいくので、ちょっとこの考え方を、一日一回ぐらい思い出して、考えてみてください。要するに何もないっていう中に無限の始まりがあって、その一つの始まりから無限のさらに世界があると。これが76543次元ですね。はい。で、その行き着く先っていうのは下脱。もう自分は何もないっていうことを理解することですね。でですね、その上のさらにですね、このですね、下脱からの出発ですね。何もないっていうことが分かったら、下脱して、そこからの出発がいよいよ十の菩薩の道で、自分は何もないと。だけど、何もないってことは何にでもなれるし、どこにでも行けるから、無限の始まりがあると。そしてその無限の始まりの中の一つ一つの始まりも無限のプロセスを持っていると。そしてその無限のプロセスが行き着く先が、結局は仏の悟り。このシステム自体を理解することであったと。こういうことですね。はい。ですから下脱と仏の悟りの違いをちょっと考えてみてください。はい、今日は以上です。どうも。